こんにちは、軽バン生活です。今回は私たちの5年間の車中泊の経験と車両作りのプロであるクラフトプラスさんと共同で開発したこちらの軽バンをご紹介していきます。前回軽く紹介したんですけど、まだまだこだわった部分とかパワーアップした部分がたくさんあるので、そちらを詳しくお伝えしていきます。ではどうぞ。ベース車はアトレーの RS タイプです。今回は長期旅というよりも気軽に車中泊を楽しめて日常使いもしやすいというコンセプトで制作しました。基本はこのベーシックタイプの仕様になってて、もう一つのフルフラットタイプはフルフラットベッドにするためのマットや足、あと延長板が追加された仕様になっています。ではまずベーシックタイプの内装からです。まず床から。床は後部座席を簡単に取り出せる仕様にしました。前の軽バンはさ、収納を増やすために後部座席全部取っちゃってたやん。だから旅中とかに何回もあともう一人だけ乗せれたらって時めっちゃ多かったやん。なので今回は絶対に3人乗りは攻めてほしくて、クラフトプラスさんに実現してもらいました。でしかも4人乗りも可能です。マットを後ろに置いて箱を後ろにスライドさせて床板を上げると後部座席を簡単に出せます。この車乗り始めてからもめっちゃ役立ってるもんな。友達とか家族とかちょっとこうどっか送っていきたいっていう時にマットを避けるだけですぐこう席出せるからめっちゃ助かってます。ほんまにこれはマジで大正解でした。じゃあ次はボックスです。このボックスは2つセットでデスク、収納、ベッドとしても使える 3way 仕様になってます。75センチの一枚板が2つ並んでるので、食事や作業の際はかなり広いデスクとして使えます。これほんま気分上がるよな。前はキッチンのテーブルがちっちゃかったから結局ご飯食べる時とかって板を別で出して床で食べてたやん。そうやね。であと結構大変やったんがさ、料理の時に全部並べた後に、やっぱり足りないものがあって床下から出さなあかん時あったやん。あれめっちゃ大変やったから設計ミスだから次は料理もしやすいし、デスクワークとかもめっちゃなんかやる気出るような全然ちゃう。お気に入りポイントです。で次ボックスの収納について。収納の広さは車中泊でよく使う 2,3000W クラスのポータブル電源とか冷蔵庫とかそういったものも入るようなサイズになってます。なので片方にポータブル電源とかを置いて、もう片方に調理器具とか衣類とかを置くことができます。これね、最初この上はベッドにもなるのでボックスの高さを下げてこう上を広く取るか設計の時にすごく迷いました。やっぱり車中泊をしてきた方にたくさん出会って、皆さんポータブル電源か冷蔵庫のどっちか、もしくは両方持ってらっしゃる方がすごい多かったんですね。そういった大きなものをこういうこの座るようなスペースに出しっぱなしにしちゃうと、かなり車内の居住空間が狭くなっちゃうなと思ったので、この箱には 2000W クラスのポータブル電源が入るような高さに決めました。あと小さなこだわりで言うと、ここの扉の開閉も見てほしいです。これはちょっと仮で試作品のやつそのまま置いてるんですけど、こんな感じ。だいぶ危ない。それが
がこんな感じで、やっぱり木材がしっかりしてるからこそ、どうしても重みが出ちゃってて、ここ結構みんなで苦労したやんな。そうやな、金具の専門の方にも来てもらって、この木の重みとか計算した上で一番すっきりした形になりました。でこういう蓋の小さなストレスとかってやっぱ使えば使うほど結構気になってくるから、そういうのはめちゃくちゃ大事やなと思います。実はこのボックスを持ち上げれるぐらい軽いんですけど、これにも工夫が隠されてます。外側から見えるこの板、分厚い板が入ってるようには見えるんですけど、外側と内側に薄い板が1枚ずつ入ってて、中は空洞になってます。なのでこのアルミフレームで強度を保ちながら軽量化してくれてます。これ最初聞いた時びっくりしたよな。うん、なんかこんなところまで工夫してくれとんやっていうので、設計士さんが細部までこだわってくれてますね。ちなみにこのボックスの固定方法もお伝えしておきます。マットが結構分厚くてしっかりしているので、ビス打ちしなくても箱の柱は割としっかり固定されています。何度か走行テストをしたんですけど、運転中にガタガタ動くっていうことはありませんでした。一応気になるって方のためにここに固定できるように穴もあるので、これで床板とビス止めをすることもできます。で次に私がめちゃくちゃ気に入ってるモードを紹介します。椅子を前にして倒します。これでこうアトレイは椅子はここまでしか倒れないんですけど、これが絶妙なリクライニングで、もうね寝れる下げる時もここのボタンを押して、これでワンタッチで片付けられるようになってます。前の K1 くんと同じサイズなんですけど、これほんと実物乗ってみてほしいぐらいめちゃくちゃ広く感じます。このボックスを片側にしたこの形で良かったことがいくつかあって、まずシンプルに車内がめっちゃ広く感じるやん。多分前のスクラムも今回のアトレも荷室空間自体は同じぐらいやと思うねんけど、設計次第でこんだけ広なるんかっていう違いを感じたね。前は床下から20センチ分ぐらいこう収納で高さを上げちゃってたから、実際座れるところって結構低かったやん。そうやな、この天井の高さがこう低かったからこう圧迫感があったけど、今回この高さを分けたことで、こっちの低い側で座ってる時にめっちゃこの高さに余裕があって、広く感じるなあ。もう一個すごい良かったなと思ったのが、後ろへの移動がすごく楽になったこと。これも床が低くなったからよな。やっぱり雨とか雪とか悪天候の時に極力車内で移動したい時って多かったやん。そういう時に床下が低くなったことで足を下ろしやすくなって、すごい移動しやすくなった。前は後ろにダイブしてたもんな。このボックスは上に人が乗っても大丈夫な設計になってるんですけど、ベッドとしての使い方は後でフルフラットタイプの時に詳しく説明します。このマットもすごい特徴があって紹介したいんですけど、これクラフトプラスさんのテップ生地っていう特殊な生地を使っていて、コーヒーをこぼしてで一回拭き取ります。でここの汚れがついた部分に水をかけてさらに拭き取ると、何事もなかったように綺麗に戻るんよね。私たちの前の車は、合皮レザーを使ってて、その理由は汚れに強いからっていうのだったんですけど、やっぱり冬はすごい冷たくて、夏は汗でベタベタ張り付くし、しかも長く使ってくると
ひび割れがうん起きちゃってたんよな。そうやな。だからどうしてもそれがすごいブサイクで気になってたんですけど、これやったら肌触りもいいし汚れにも強いからめちゃくちゃ気に入ってます。この壁は前の軽バンクの雰囲気を残した小窓がついています。これがしかも両側ついています。でここを開けるとちょっとした物置とかなんか観葉植物とか自分の好きなぬいぐるみとか何でもいいんですけど、そういうのを置ける場所になっています。こっちの右側の壁にはアトレの純正のジガーソケットがあるので、そこも使えるように壁に穴をくり抜いてます。なので小さめのポータブル電源やったら走行中にここで充電することも可能です。この壁はアトレイの純正の穴だけで固定されてます。今回の車は車体に穴を開けてないから、もし車中泊をしなくなった時とか車を売ることになった時とかでも止まらないっていうメリットがあります。取り外しとかも壁2点のビスをインパクトですぐ取れたんで、いざという時はすぐ外すことも可能です。はい。今回この車が出来上がっていく中ですごい感動したのがここの壁の曲線部分。しかもこの曲線の部分にクッション材うん、も入れてくれてるから、走行中に気が当たってカタカタ音が鳴るっていうことも一回もなかったです。5年前の DIY の時はさ、段ボール使いながら車のややこしい曲線に沿って木を削ってぶつけてはまた木を削ってみたいな、あったなぁ。めっちゃ大変やったやん。だからこそ自分らの DIY ではできんかった技術で端っこまで綺麗に作ってくれてるっていうのはすごい価値を感じます。あとはここのアシストグリップ、ここ変えれるとか知らんかったやんな。これも純正の穴だけを使ってすごい手触りのいい木材のグリップになってます。これは触ってやっとこの良さがわかると思う。なんか木やからとかそんなんちゃうよな。なんやろな、このすっごい絶妙なんよな。めっちゃいい。でこれはドリンクホルダーです。2つボトルを入れれるようになってて、片方はスマホとか入れたりとかも使ったりしてます。これなんか友達にめっちゃ欲しいって一番言われる商品かも、ここまで説明したのがベーシックタイプで、フルフラットタイプはこれにフルフラットにするための足、あと壁やボックスにバーと上段用のマット、延長板が追加された仕様になっています。では今度は自分たちがさらにカスタムした車両を紹介していきます。こちらの車両でフルフラットにする手順やオプションなども説明していきます。ではまず外装から。フロントとリアはダムドのフェイスキットにオプションで変更してもらいました。今回もルーフキャリアをつけていて 200W のソーラーパネルを2枚、合計で 400W 乗せています。で今回使っているルーフキャリアを選んだポイントが3つあります。1つ目はサイドオーニングが備わっていること。見た目では全然わからないんですけど、ここの左側に収納できています。キャンプの時に簡単に出せて使えるからめっちゃお気に入りです。なあ、私でも出せた。で2つ目は 200W のソーラーパネルの横幅に収まったこと。で最後3つ目、ルーフキャリアとかソーラーパネルを含めた高さが 2.1 メートル以内であること。日本一周中いろんな地域で立体駐車場を使ったんですけど、やっぱ一番多かったのが 2.1 メートル以内でした。なので今後日常使いでも立体駐車場は使うと思うので、このキャリアを選びました。では内装に戻ります。まずは全体像から。さっきとシートカバーの色が違うんですけど、それだけでも結構雰囲気変わるやんな。このシートカバーの配色も可愛くて、個人的にはめちゃくちゃお気に入りです。でシートカバーはパッケージにも入ってるんですけど、このシートカバー単品でも注文することができるので、ちょっと車内の雰囲気変えたいなって時とか
色を変えてみるのもやってみたいなと思います。次は後ろのスライドテーブルです。カチッと押すと2枚の板が出てくるようになっています。前の軽バンくんは床下を上げてたのでこの高さになってました。テーブルとしてはすごい良かったんですけど、どうしても青い椅子が見つからなくてこの脚立にね座ってました。でもこっちだったらこの高さになったので、こういう折りたたみの椅子とか、あとはキャンプ用の腰掛ける低い椅子とかでもこういう風に合うようになりました。一応安全性のためにな足があります。めんどくさがりの私たちやからさ、多分軽いものの時は基本的には使わへんと思うけど、キャンプとかでしっかり使いたいって時のためにこうやって足をつけることもできます。外で軽く食事する時とかちょっと使うぐらいやったら別に足つけずにこういう感じで食べることもできます。最初はこう一枚板が出てくるような仕様にしようと思ってたんですけど、キャンプで使う時に例えば中の冷蔵庫から物を取りたい時とか、もっと中の物を取りたい時に2枚に分けてたらちょっと避けてこうやって中に取りに行けるなっていうことで2枚に分けました。このスライドテーブルはオプションで付けることができます。次は自分たちのボックスの使い方です。もともとは中は空洞でこう自由に使えるんですけど、自分たちはがっつり車中泊を想定してたので、こっちの後ろ側のボックスにはサブバッテリーシステムをつけました。内容は 300A のバッテリーと 2000W のインバーターと小型の冷蔵庫を入れてます。もうこれのお気に入りポイントはパッと見こうすっきりしてるやん。うん。開けたらこんなに広がってんのっていう。確かに。自分たちはなちょっと長期で車中泊の可能性もあったので、結構がっつりハヤトがサブバッテリーシステムを組みましたね。ここにコネクタ全部つけたからう外して箱ごと外せるんよ。もうこのん。なるほど。だからもしなんかメンテナンスしたい時とか箱ごと下ろせるようにはしてます。ちなみにこのスライドは私たちが冷蔵庫をクラフトプラスさんに持ち込んで作ってもらいました。こういう仕切りとかスライドとかはワンオフ対応といって、固定されたパッケージだけじゃなくて一人一人の相談に乗って形にできるのもクラフトプラスさんの強みです。職人さんが一つ一つ手作業で作ってるからこそできる対応なので、なんかこんな風にしてみたいとかがあれば是非ご相談だけでもしてみてください。これ今回このカーテンにも秘密があって、ここのスライドレールが今回ないんですけど、乗り降りする時にここのスライドレールにこう結構頭ぶつけたりしてたんで、ここを節約したいってことでこう磁石でつけれるようになりました。こんな感じです。前はさカーテンレールすごい便利やったけど、ここに木があったからこう打ち込めたやん。そうやな。でも今回はこの純正に極力穴を開けないという、普段使いがテーマやからこういう感じでマグネットを使うことにしました。車はここら辺が全部鉄板なんで、このままこうやったらサイドのカーテンみたいになってちょっと目隠しにできるっていう感じです。これ両側やったらさ、うん、ちょっとおこもり感っていうこもりか。なんていう秘密基地感。ここまでこうカーテンを使える。うん。使うかわからんけどなんかこういうの欲しいって場面あった気がすんねんな。うん。ここもつくし、この上もつく。
両の鉄板だけじゃなくて車内のいろんな場所にマグネットを入れてるので、これからいろいろ使い方ができるんじゃないかなと思います。次はベッド展開です。前のボックスの延長板をワンタッチで上げると上段でも180センチの長さを取ることができます。ちょっと気持ちこうやったらああ、なるほどね。ああ、より広いね。起き上がるときに、ここめっちゃいい位置についとんね。アシストグリップ、めっちゃいい。次はフルフラットベッドについて。フルフラットの設計は2人っていうよりむしろ1人で広く寝たいっていう人がいるかなと思ってこの設計にしてもらいました。というより自分が1人で車中泊するってなったらフルフラットで寝たいなと思って設計してもらいました。じゃあ次、フルフラットにする手順について。フルフラットタイプにはこの壁とボックスにバーがあるので、下のマットは上に乗せて、でこっちは前のボックスから足をワンタッチで出せます。でそのままマットを乗せたらこの後ろから前までが165センチで、さらに延長板を乗せたら180センチまで取ることができます。このベッド斜めやったら2メートル取れるので、私結構めんどくさがりやからさ、多分延長板使わずにこのまま寝てそう。確かに一人やったらそれで全然いいな。ちなみにこの上のマットを使ってこんな感じで2人とも背もたれとしても使えます。助手席側とバックドア側両方に立てれんねんな。こう対面でな。あとこのフルフラットベッドの延長板として使ってた板も実は 2way 使用できます。裏にこうやってくぼみがあるからすっぽりはまって L 字キッチンみたいに使えます。これほんま一人やと贅沢すぎるぐらいの広さよな。ここの高さが出たから全然なんか圧迫感が違う。で次は 12V エアコンについて。この5年間車中泊してて一番欲しかったものです。実際年々暑い日も増えていってるし、この軽バンでも長く車中泊したいからこそ念願の 12V エアコンを取り付けました。なんかさ、もう最近春がなくて冬終わると割とすぐ暑くなるやん。3月ぐらいから暑い日あるからな。そうやったかな。車内は、やっぱり年々需要が高まってるっていうのも聞いたしな。うんやっぱこのエアコンしっかり使いたいから頑張ってるよな。うんつけたいな。そう空も実際エアコンつけて真夏はまだ経験できてないけど、寒いくらい風出るよね。そうやな。風量も十分すぎるぐらい出るので、パワーはほんとすごいです。はい。エアコンの専門の業者さんも来てくれたやん。で、壁ビタビタに取り付けてくださいってお願いしたけど、実際めちゃくちゃ綺麗につけてくれたやんな。そうやな。で、それでもどうしてもダクトの部分は出てしまうから、そこはクラフトプラスさんがほんとちょうどいい枠組みを作ってくれて、このダクトに沿ったくり抜きを裏側でしてくれてるから全然目立たずにこういう風に作ってくれました。はい。外から見た時さ、エアコンもっと出てくると思ってたやん。カーテンついてたらほんともうなんかないようなもん。車内でも全く圧迫感がないので、ちょっと未だにびっくりしてます。あとここは RV 窓もつけています。これやったら雨をしのいだまま網戸にして換気ができたり、ブラインドにもできるのですごい活躍してます。じゃあ最後は天井です。両側にサイドバーと天井板を1枚取り付けてます。天井はライトを持ち込みで取り付けてもらいました。
天井オプションの標準は2灯ついてます。前のエジソン級は気に入ってはいたけど、500回ぐらいもう頭ぶつけたからめっちゃ可愛いねんけどなあれ見た目は可愛いんやけどね。でサイドバーは実は間接照明を仕込んでるので夜はめちゃくちゃ雰囲気いいよな。このサイドバーとかも車体に穴を開けずに純正の穴だけを使って取り付けてくれてます。この車の断熱については今回結構やりました。天井とこのスライドドア以外の壁は全部入れてます。で断熱だけじゃなくて今回は走行中の音だったり音楽の音をちょっとこだわりたかったので制振シートも結構貼りました。内装は以上です。前の軽バンくんは水道をつけてたんですけど今回はねちょっとやめてんな。水道に関しては使用頻度とメンテナンスの大変さを天秤にかけた時に大変さの方が上回ったから取り付けるのはやめました。一番の決め手は北海道の時やな。真冬の北海道行った時に給水タンクの水が全部凍ってもってキッチンが使えなくなって半年間、その時になくてもいけるんかってなってんの。そうやな。食器はアルコールティッシュとかで拭いて、で実際どっか宿泊した施設とか、キャンプ場とかで本洗いすればいいかっていうことになって実際それで過ごせちゃったから、お皿とかも家でまとめて洗えばいいかってな、思ったんよな。この車両では面倒なことを全部省くっていうのを大切にしたかったから今回は水道設備はなくすことに決めました。ロマンとしては絶対欲しいねんけど、排水タンクとか排水のホース交換したりとか、そうやな、大変なことも多かったっちゃ多かったから長期旅ってなったらめっちゃ役立ってんけど日常使いってなったら邪魔になるかなと思って。そうね、という感じです。最後に改めてアトレーの RS タイプの車両スペックについてご説明します。私たち自身はあんまり車に詳しくないので実際自分たちが乗ってみて感動したこととかあと気づいたことというのをお伝えしていこうと思います。まず一つ目は追従機能。長距離とか高速乗ってたら、やっぱ足が結構疲れてくると思うんですけど、この追従機能はアクセルを踏まなくても設定したスピードで走ってくれるっていう機能です。なおかつ前の車と距離をちゃんと保ってくれるので前の車が減速したら自分の車も自動で減速してくれるっていう機能です。これほんと高速乗る人とか長期旅する人めちゃくちゃ感動すると思う。あと次がこの自動で開くドアです。買い物行った時にな両手塞がってるやん。でポッケに鍵入っとったらボタンピッて押すだけで自動でドア開くからめちゃくちゃ楽なんやこれ。あと運転席からも開けれるやん。タクシーやな。改めて軽バンでそういうのできるんやっていう驚き。あと最後にもう一個いいなと思ったのがオーバーヘッドコンソールがもう最初からついてること、これさ旅中にめっちゃ使ったから、最初から純正でついてくれたんってほんまありがたいよな。そやな。はよ次行けるん楽しみ。以上が車内紹介でした。自分たちの軽バンももともとはこんな感じで普通の商用バンだったんですけど、この車中泊キットだったりシートカバーを変えるだけでめちゃくちゃ可愛くなったし気軽に車中泊もできるようになりました。こちらは車両の購入だけでなくすでに軽バンを持っているよという方には内装キットのみも取り付けが可能です。そしてパッケージの内容とか金額とかそういった詳しいことについては概要欄にクラフトプラスさんのリンクを貼っていますのでそちらからぜひお問い合わせください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ここから移住先を本格的に探しながら旅に出ます。旅には出んかちょこっと旅に出ます。はい。